いやというわけでですね、第3回岡ちゃん YouTube 始まります。そんなわけでですね、世間を騒がせてる爆音チカチカライトシャコタン、不良の大人のシャコタン、どうもあれはかっこ悪いんだよ。私が提案する大人のシャコタン術始まるぞ。では、大人のスマートなシャコタン術、まずですね、日本の車検制度っていうのが、最低地上高9センチっていうガイドラインがあるわけですよ。そのガイドラインを超えて7センチ6センチになっちゃうと、これはイリーガルっていうことになっちゃうので、まずその9センチっていうリーガルラインを決めて、どこまでかっこよくするかっていうのが、毎日乗ってる私としては、そこだけを基準に考えていきます。いかに車高を低く見せるか、第一ポイント見てください。このフェンダーとタイヤのこの合わさり具合がいかに車高が低く見えるかっていうポイントなんですね。これフロント、ほとんどかぶってると言っても過言ではないです。じゃあリア行きましょう。リアはほとんどかぶってますよね、ちょっとだけね。こことフェンダーとタイヤがクリアランスがなければないほど車高が低く見える。これはね、目の錯覚なんですけれども、そういうことなんですよ。で、あとは今度車体のクリアランスです。この棒は車検の時にうちで使ってる90ミリのラインを測る棒なんですけれども、パッと見でこれ95ミリがここになってますよね。でこれで下回りを測れば90ミリクリアするかしないかっていうのをちゃんと測れるわけです。じゃあこれで測ってみましょう。クリアしてます。クリア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 ということで、見事に90ミリをクリアしてるっていうことになってます。このクリアランスをね、保つために実はフロント18インチを履いてます。今のドリ車の流行りはフロント17なんだけれども、この車はストリート重視なのでフロント18です。タイヤサイズが2354018、このサイズ入ってますね。ホイールはアドバン GT の 9.5J のインセットプラス15です。じゃあリア行ってみましょう。リアはこれホイール大きいでしょ。これ19インチ入ってます。タイヤサイズ2553519ですね。でリアをタイヤの外径を大きくすることによってロードクリアランスを取ってるわけね。でなおかつこのサイズは 10.5J の、プラス15なんだけれども、18インチと比べるとこのリムの深さが深いんです。これは18のプラス15なんだけれども、圧倒的にここのリムの深さが19インチのがでかい、イコールストリートで走るにはかっこいいってことなの。255のサイズを本来 10.5 だったら265でいいんだけれども、255サイズを履くっていうのはなぜかっていうと、なるべくフェンダーにギリギリまで外に出したい。
その度にタイヤはちょっと丸くする、引っ張ってるわけです。それで目いっぱい外に出す。それがかっこよく見せる2つ目の方法です。いかにマフラーをフロアに沿って上に持ち上げて這わせるかっていうのが、これが最低地上高を保つには一番ベストなんです。ところがですね、日本のメーカーのマフラーってそういうこと考えて作ってるマフラーどこにもないんです。本当にもう少し考えて作ってほしいなと思うんですけれども、一社だけ救世主のように素晴らしい考えで作ってくれるマフラーがあるんですよ。そこをちょっと紹介します。これクリアランスコールだけです。要するにここからだらしなく垂れ下がってなくて、ここのクリアランスが限りなく1センチ5ミリぐらいの間隔で作ってますね。でこういうものをつければ当然下がらないんだから車高を下げれるわけでしょ。素晴らしいですねこれね。次に触媒です。この触媒も実によく考えてて、見てください。これ太鼓の部分がこのフランジよりと同じラインに来てます。ということはこの上は持ち上げてるんですね、上にね。要するに本来センターだとこっちに垂れ込んじゃうものを上にオフセットして持ち上げて、このクリアランスを出してる。素晴らしいですねこの考え。誰なんだろうこれ本当に。続いてマフラーです。これはですね、シルビア用として日本にチタンで作ってるマフラーなんて他にないんじゃないかっていうぐらいのハイクオリティのマフラーですけれども、これもほら見てくださいよ、上に持ち上げてあるんですよ、最低地上高を稼ぐために。だからコインパーキングでもこすらずに駐車できる。素晴らしいと思わないですかこれ。最後にこの太鼓もね、こう斜め出しとかってあるんですけれども、斜め出しにしちゃうとここが輪止めに引っかかって出れなくなっちゃうとかっていう、そういうトラブルが多いので、これはまっすぐにしてこう作ってるんですね。こんなに走り屋のために親切に考えてるメーカーって本当ないですよ。これは約もう20年ぐらい前から考えられてるシステムなんですけども、こんな素晴らしいマフラーを作ってるところ、実はヤシオファクトリーだったんです。すごいだろみんな。本当すごいと思わない？欲しくなっちゃったでしょ。ほらだんだん欲しくなってきた。欲しくなってきたぞー。寒いな。っていうわけで最後はちょっと宣伝っぽくなっちゃったけれども、それだけヤシオファクトリーはみんなのためにいろいろ考えて作ってるっていうことなんだよ。このマフラーつければすげえかっこいいシャコタンになるの間違いなしなんだから、みんなもつけてほしい。というわけでですね、第1回第2回といっぱいコメントもらいました。全部読んでます。それと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますね。それでは皆さんまた来週。コメントにやたらおじいちゃんおじいちゃんっていうコメントが多いんで、これできるかお前ら、やれるもんならやってみろ。
4、5、8、9、7、10